でね、10個買います。昼料理と食べる。平日はほぼ毎日。その後の午後の仕事も頑張れる。種類がたくさんあるから飽きずにいろんなもの食べれるからいいなと思ってます。ました。ここ始めて17年ぐらい。それまでは飲食のお仕事されてたんですか？まあ飲食いろいろやったりして、で飲食が嫌になって大工やったりとか水道屋やったりとかをしたんだけど、まあ、最終的に飲食でやっぱりやろうと思って。じゃあ40歳ぐらいの年に開業されたんですね。そうね。きのこの混ぜご飯っていう人気メニューなんだけど、それをまあ炊いて、これとご飯と合わせる。その煮汁が余るから、この煮汁で大根を炊いたりするんだけど、それもまあ一つのメニューになったりする。でも無駄がないんですね。まあなくすように、まあいろいろ考えながらやってるんだけど。帰る時間はいつも何時ぐらいなんですか？だいたい7時か7時半とか8時とか。睡眠時間でもそんなないですよね。6時間、5時間ぐらい。帰ってお酒飲むのが楽しみなんだけど、もう飲んでるとね、もう本当にうとうとしてる。疲れて。これはね、牛豚そぼろっていうね、これもうちの人気メニューなんだけど、あ、多分卵電話してくれた。結構大変ですね。でも今このロボバージョンも洗ってくれるからいいですね。昔は手で洗ってたから。これが
世界が相手だよ今回。おはようございます。当館弁当です。生姜焼きで、火曜日が肉型、木曜が海苔。はい、ありがとうございます。ちょっと前まで390円。一番最初は350円で始めたんですね。消費税が上がるタイミングとか、そういうタイミングで値上げとかちょっとさせてもらったりして、今回はもうやっぱり米がねどうしてももう上がっちゃって値上げしないともうちょっとどうにもならないような状態だったから上げさせてもらったんだけどね。一応米はねこだわってずっと使ってるんですよ。長野産のコシヒカリを使ってるんですけど、それを続けていこうと思ったら今までの値段ではちょっとねできなかったんでね。創業当時から長野県のコシヒカリ。一番最初は宮城の一目惚れ、それでずっと使ってやってたんですけど、震災があったりして宮城の米が入らなくなっちゃって、いろいろお米屋さんとも相談しながらコシヒカリでいこうということなんですね。840円頂戴します。ありがとうございます。確認いたしますね。ちょうどちょうど。カレー南蛮弁当っていうのがあるんだけど、それのルーチキンカツカレーっていうのがあるんだけど、それのカツカレーね、それはまた別で作ってるのね。これはまあ和風のカレーみたいな感じなんだけど、人気のメニューで。負けちゃいましたね。ああ、相手がね。はい、いってらっしゃいませ。トマですね。はい、おはようございます。420円頂戴します。はい、確認します。お待ちください。きのこが2、焼きそば2、そぼろが1、お弁当が全部で5個11時半ご用意してお待ちしております。はい、失礼します。お弁当って売り切れることありますか？売り切れるよ。早い時は2時とかでなくなっちゃうし、ある時はまあ5時とか6時とかまである時もあるんだけど、それで閉店は何時になるんですか？閉店はもう弁当なくなったら閉店だけど、お弁当の取り置きは夜の7時までやってるので、お弁当があるうちに電話なりなんなりで言っとけば1個でもお弁当取ってくれて。ありがとうございます。
チキンカツお願いします。当社弁当さんのいいところって何か教えていただけます安いのもあるけど美味しいので、お弁当なので何時間も後に食べますけど、その後の午後の仕事も頑張れる、いつも美味しくいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。これ豚の生姜焼き。やばいやばい。全部で11個。あ、はい。よろしいですね。はいありがとうございます。こちら6個ね。失礼します。6個ですね。下れるものもご用意できます。こちらにありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、YouTube。うざーす。よし。メンチカツ、はい、メンチカツ一つお願いします。毎日ほぼ月曜から金曜までほとんどそんな当社弁当さんのいいところを教えてもらってもいいですか？やっぱりね美味しいし安いし種類がたくさんあるから飽きずにいろんなもの食べれるからいいなと思ってます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。これから会社ですか？そうですね。それお昼ご飯ですか？お昼ご飯、前だー。サフェードだ。そぼろの卵、2色なんだけどうちは肉と卵とご飯の上に乗っかってっていうそぼろ弁当ね、牛豚そぼろ弁当。
物です。これ。入る？目が怖かった。ごめん。これ有料ですがお入れします。このまま。はい、わかります。420円頂戴します。ブリとこれね。2つでやる。予約したいんですけど。これをあった。天童さん。9時半頃来る。9時半頃。はい。おはようございます。どうぞ弁当です。はい、毎度1680円とだい。大根やってよ。で味噌ハンバーグとかそうそうそう。これで煮込みハンバーグ作る。そうそう。ああ、ございます。いらっしゃいおはようございます。おはようございます。全部でね、10個買います。はい。それと白身フライとイカフライを一つずつ。鮭とか。あ、うん、そうね。はい。よく利用されるんですか？娘がね、ここの大瀬の方に勤めてまして、その関係でここよく取るんですから、週に2、3回は。こちゃん弁当さんのいいところを教えてもらってもいいですか？ああ、安くて美味しいとこ。早いですよ、ほんで。今日すごい数買われてましたけど、何用なんですか？昼料理と食べるから、それで数が多いんです。ご家族で食べられる？はい、そうです。おすすめというかお気に入りってありますか？何でも美味しいですよ。すみません、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。ここにあるの全部お昼とかでなくなっちゃうんですか？そうですね、大体11時ぐらいかなあたりからなんかどんどんなくなって12時頃から多分会社のね休み時間とかで引きに来るんでそれでなくなりますね。取り置きの電話とかもどんどん来るんで。出てるよ、2回とも出てるからね。何よ。いい子 CBC さんに見てね。持ってる。
ます？いいですか？大丈夫、頑張って。もうあと1個。よし。はい、ちょっともう売り切れてしまって今日の分。はい、あります。唐揚げを一つ。はい、ちょうどいただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ、どうぞ。はい、それではお願いします。ありがとうございます。はい、11でもう一人行くよ。これいいかもしれんけど。お弁当全部で3点ですね。はい、お待ちしております。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。ありがとうございます。はい、父ちゃん弁当です。今日ですか？ありがとうございます。はい、何が良かったです？唐揚げ弁当で、はい。わかりました。はい、失礼します。どうも。おい、できますね。よく来られるんですか？平日はほぼ毎日、おすすめのはいお弁当とかってありますか？毎日出てるやつと日替わりのものがあるんですけれども、本当におすすめが今日買わせていただいたホイコーロー野菜炒めと、こういう炒め物が大変おすすめでございます。そうねでもどれも全部美味しいんですけど、結構昔から通われてるんですか？いや1年半ぐらい。今日お昼のランチでってことですか？そうですね、お昼のご飯を知り合いの分も一緒になるほど買ってきたということです。はい、ありがとうございます。チャーハン、ハムカツ、キノコ、の3つですね。ありがとうございます。ありがとうございます。このままで。はい、420円。人気はどれですか？一番人気。唐揚げ、そぼろとか、キノコとか。これチキンカツカレーなんだ。美味しい。まあ僕は好きですけど。これとチキン南蛮と、あと僕が好きなのは、まあこれデリカツもうまいです。ありがとうございます。
お焼きも出ますね。出る。野菜炒めも1日4回あるかな。生姜焼きもこれで4回目、5回目かこれ。一番利幅があったのが唐揚げとか鶏料理だったんだけど、もう今この鶏がも今ガンガン上がってるから、あんまりね儲からん。鮭なんか出れば出るほど儲からんですね。でもやらないとやっぱりお客さん喜んでくれないし、もう鮭ないの鮭ないのってお客さんすごい多い。年配の人なんかは、まあ、揚げ物とかそういうのじゃなくてやっぱり焼いた魚とか煮たも肉じゃがとかそういうのが欲しいんだけど。はい、ありがとうございます。お預かりします。8個ですね。チキン南蛮がこれから出るんですよ。チキン南蛮の方です。チキン南蛮一つお願いします。はい、お待ちどうさま。チキン南蛮です。お待たせしました。あと4分ほどでこちらお詰めできます。チキンカツと唐揚げいいな。カツ玉とじ。チキンカツとアジフライ。お待たせいたしました。かつ玉です。カツ玉でお待ちのお客様。カツ玉1点でお待ちのお客様。すいません、これ1点お待たせしました。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。最初に生姜焼きのお客様すいません。はい、お待たせしました。お待たせいたしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。札のものもご用意できます。ただいま札のものご用意できます。取ってない、まだ入れてないから。ところ全部で2です。はい、どうも、いらっしゃい。そぼろチキン南蛮お待ちのお客様。そぼろお待たせいたしました。ありがとうございます。